です。今回はですね、コルバーさんから新しく発売されたビデオライトワンダーシリーズの W60 を購入したので、開封&レビューしていこうと思います。ではこちらなんですけども、名前の通りですね、60W のビデオライトとなっていて、価格は 19,999 円、2万円以下で買えるビデオライトとなっております。では早速開けていこうと思います。オープン。よいしょ。中身は検証済みみたいなやつですね。あ、これか。はい、これが60の本体です。 60W ビデオライトなのに、なんとこの薄さ、そして手のひらに乗るぐらいの大きさになってるのが特徴ですね。これで 60W の出力が出るっていうのはちょっと信じがたいですね。ちなみにバージョンが上がって 100W のモデルもあるので、これと同じサイズで 100W が出るのもあるみたいです。かなりすごいですね。はい、キャップがついています。ここですね。この上の部分が下に下げるタイプのロックがかかってるみたいですね。はい、こんな感じです。わ、でかい。すごいですね。あ、ここの部分はこの LED の部分なんですけども、 LED の部分はカバーがついてますね。今までの LED みたいにむき出しではないみたいです。これありがたいですね。はい、そして電源ケーブルですね。 AC アダプターの電源ケーブルが1つ、通常のメガネ型のケーブルになってますね。そしてアダプターがついてますと、アダプターの形状は通常のこういうピンタイプのものになってるみたいですね。このコルバーの W60 の本体自体は電源系統が普通の AC プラス USB-C があるので USB-C かなと思ったんですけど、アダプター自体は通常の AC アダプターになってるみたいです。ちなみにここにある端子なんですけども、これは専用バッテリーをつける時の端子になるみたいです。あと中身はなんだ、リフレクターかな。いいねこれ。まずこっちがリフレクターになってますね。小型のリフレクターです。中身は脂肪加工みたいになってて、結構反射率は良さそうに見えます。これかなり小さいんですけど、小さい割には出力がありそうな気がしますね。はい、そしてもう一つ、これはディフューザーですね。シリコンのディフューザーがついていました。これは多分こうやって使うのかな。あ、そうだな。このディフューザーはこうやって多分ですけど、こうやってかぶせて使うものなのかなと思います。こちらにはそうですね、ここには直接つけるところないので、このディフューザーはあくまでリフレクターにかぶせるようなものになってるみたいです。はい、中身は以上です。そしたらですね、ちょっと比較しつつ動作チェックしてみようと思います。ちなみに比較なんですけども、こちら側が以前から僕が使っていたコルバーさん、同じメーカーですね、コルバーさんの60、これもかなり小さいビデオライトで、しかも USB-C のモバイルバッテリーで動くっていうので気に入って、今でも頻繁に使っているライトですね。これも 60W 出ます。そして今回がこちらが同じコルバーさんの新作の 60W モデルになってます。大きさ自体はだいたい一緒ぐらいですね。こっちの方が、新しい方が少し大きく見えますね。ただ厚さがこんだけしかないのですごいですね。これめちゃめちゃ薄いです。これだったらこのビデオライトをこう重ねてスタッキングして3つぐらい持ってやっとこれ1個分ぐらいですかね。2枚、だいたいサイズ的には半分ぐらいになったと思ってもいいんじゃないでしょうか。かなりの軽量化と小型化がされていますね。今見たんですけど説明書がないみたいですね。ボタンの説明しようと思ったんですけど説明書がないので、実際にちょっと触りながら、電源をつけて触りながらボタンをちょっと確認してみましょう。
はい、それでは、付属の AC アダプターを使って、動作チェックをしてみようと思います。ここですね。ここの横ですね。ここに電源ボタンがあるので、これを、ついた。1回押しですね。うわ、軽っ。消すときはガシ。つけるときは1回押しでつくみたいですね。つかない。ついた。1回押しで、電源1回押しで、電源がオン。そして長押しでオフですね。ここにもボタンがあるので、これですね。この横のボタンちょっと押してみましょう。見えるかな。25%、50%、そうですね。ここの横のボタンは 25% 刻みで出力が上がるみたいです。100% にいったら 0%、25、50、75、100ということみたいですね。そしたら、あとここですね。この上の部分にローラーみたいなのがあるんですけど、これは 1% 刻みの出力ですね。これ使いやすくていいですね。これはいい。で、さらにこの上の部分に W60 って書いてあるところにまたボタンがあるので、これもなんかあるな。上にですね、ここを見ていただきたいんですけど、2.4 ギガと APP って出るので、おそらくというか、アプリによる無線の接続みたいですね。アプリがあるみたいなんで、ちょっとアプリで使ってみようと思います。そしてあとボタン類は、そうですね、あとここだけ、ここにこのつまみがあります。これはここは色温度ですね。最低が2700ケルビン。2700ケルビンから6500ケルビン。青系ですね。オレンジ系から青系までの色味が変えられるみたいです。通常は5500から5600。だいたい5600が一般的な白い色になると思うので、5600でいいと思います。特に押せる。ここのダイヤルは押すことで何番ずつだろう、5段階ぐらいに飛び飛びで変えられるみたいです。2700から3200、4300、5600、6500でできるみたいですね。途中5600で止まるので、通常は5600で使えばいいと思います。こんなもんですかね。めちゃめちゃ白飛びしちゃってる。めちゃめちゃ明るいです。このサイズですごいね。これはいいですね。一旦 100% で使ってみて、ここにファンがついてるんですけど、今のところものすごく小さい音でブーンっていう音が聞こえます。ちょっとマイク近づけてみますね。どうかな、入ってるかな。入ってないかもしれない。めちゃめちゃ音は静かですね。一応冷却ファンついてるんですけど、今のところ音はかなり静かですね。ファンの音ほぼしないです。ネジ穴は横に1つ、あと2つですね。下にこことここ2つネジ穴があります。はい、これはゴドックスの何インチだっけな、9インチぐらいの直径15センチぐらいの結構大きめというか中ぐらいかな、通常のリフレクターです。これもボーエンズなんですけど、これボーエンズじゃない。しっかり。これボーエンズじゃないですね。ボーエンズだと思ってたんですけど、違います。なんとボーエンズ合いません。マジかよ。はい、なんとここがボーエンズじゃないことに今気づきました。ずっとこの形からしてボーエンズだと思ってたんですけど、専用のマウントになってるみたいです。そしたら次は気になってる方も多いと思うというか、この使い方がメインになると思うんですけど、モバイルバッテリーを使った動作をやってみようと思います。ちなみにこれはアンカーのパワーコア3というモデルで、確か 60W まで出力が出せるモバイルバッテリーです。で、こっちも同じく 60W なので、ギリギリ動くんじゃないのかなと思います。ちなみに以前購入したこのコルバーさんの CL60、こちらは同じ 60W だったんですけど、このモバイルバッテリーを使ってだいたい 80% ぐらいの出力で使うことができました。 100% にすると点滅して、使えないような状態だったので、こっちもおそらく
100% では使えないような気がするんですけども、やってみましょう。あ、ついた。ついた。なんとモバイルバッテリーで動きました。今は25%までいくのかな。上げられるだけ上げてみましょうと、今 91%、100% でもなんと使えますね。わ、すごい。モバイルバッテリーで 100% 使うことができました。はい、そしたら次は、この V マウントアダプターですね。V マウントアダプターを970のバッテリーを DTAP から USB-C にするっていう結構トリッキーなケーブルなんですけど、このケーブルを使ってこれが動かせるか試してみようと思います。ついた。OK。モバイルバッテリーでついたのでこちらは間違いないとは思ってたんですけど、NPF970 のバッテリーを2つつけて、無事起動することができました。パーセントは OK。はい、100% でも、ちゃんと動いていますね。撮影に行く前にこのコルバーの W60 は、スマホのアプリで接続できるみたいなのでそちらを試していこうと思います。ちなみに最初やったんですけど結構使い方が難しかったのでその使い方も合わせて見ていこうかなと思います。まず使うのがこの最初に入っていた黄色いカード、これの左側、この QR を使うとアプリがダウンロードできるのでまずこれをスマホのカメラでスキャンします。はい、じゃあカメラでこのカードをスキャンします。この黄色いカードの左側の QR ですね、これをタップすると、アップストアが開くのでこれを開いて、そうするとコルバースタジオというアプリが、ダウンロードすることができます。すでにダウンロードはしてあるのでこれを開きます。この60には NFC がついててその NFC でできるみたいなことは書いてあったんですけどもうまくいかないというわけで手動で接続してみようと思います。使い方は簡単で、まずコルバーの W60 を電源を入れます。そしてこの画面ですね、 W60 という刻印の隣にあるこのボタンを押します。でそうするとここの画面の上のところに1回押すと 2.4、 もう1回押すと APP と出ます。この APP という文字が出ている時にこの W60 のところにあるボタンを押し、そうするとこの Wi-Fi マークが出ます。このマークが出たらアプリに戻ってこの Add Picture をタップで New Picture をタップ、真ん中ですね、これをタップ。そうするとこのように W60 っていうのが出てくるのでこれをタップします。そして一番下の Add to Sense、 この下の Add to Sense を接続。そうするとこのような画面になってこれがもう接続済みの状態になっています。そしたらここの W60 をタップ。そうするとこのような画面になるので使い方は簡単です。上が色温度、色温度ですね、色温度。下の部分が光量。こういうアプリにありがちなエフェクトは上のタブのエフェクトをタップすると出てきます。そして一番下に Fire とかいろんな効果があるので、例えばこのライトニングっていうのをタップして再生ボタンを押す。そうするとこのようにエフェクトを使うことができます。今外に出てきて、見えるかな、外に出てきてライトをコルバーの W60 をセッティングしました。ちなみにカメラの設定はシャッター速度が60分の1、3.8、2500でやってます。かなり暗いですね。コルバーの60をセットしたのでどれぐらい明るいかいきます。3、2、1、パワーを。すごい。これ見えるかな、左下に赤くオレンジに見えるのが CL60 です。めちゃくちゃ明るい。すごい。これ本体と僕の距離は5メートルぐらいあるんですけど、アプリでパワーを調整したり色味を変えてみたり、わあ綺麗、青くしてみたり白くしてみたり
っていうことができます。しかも今この 100%、 これね 100% の出力でやってるのはなんとモバイルバッテリーで動いています。これかなりすごいですね。どうこれすごくない？これめちゃめちゃちょうど今満開なのでめちゃくちゃ綺麗に映ってます。うわ綺麗、めちゃめちゃ綺麗に咲いとるがな。こんなんどう？こんな感じどう？これすごない？これすごいこれどうかな？映ってるかな？めちゃめちゃ綺麗に咲いてます。はい、いかがでしたでしょうか。この新しくコルバーさんから発売した W60、こんなに薄くてたった 345g しかないビデオライトなんですけども、それでも 60W の出力を出せるというのがメリットですね。そしてさらにモバイルバッテリーや D タップを使って USB-C、 そして AC アダプター、さらに専用バッテリーも使うことができる機種になっています。かなり個人的には気に入っているライトではあるんですけども、それなりにやっぱりデメリットがあって、まず本体ちょっと叩くと分かるんですけど、軽さを取ったせいなのか全体がプラスチックでできています。これより前に発売された CL60、 同じコルバーの CL60 は全体がアルミとか金属でできていたのに対して、このコルバーの W60 は全体がプラスチックになっていて、ちょっと質感は決していいとは言えません。そこはちょっとデメリットかなと思います。そしてここのマウント部分がボーエンズマウントではない、専用の小さいボーエンズみたいなマウント、形はボーエンズとそっくりなんですけども、実際はボーエンズではないミニボーエンズマウントみたいな形になっている。そのため通常のボーエンズマウントのアクセサリー類は使うことができないっていうのはデメリットですね。そしてさらに上げるとなると、これ見てもらうと分かるんですけども、どこにもアンブレラを刺す穴がないです。これもちょっとマイナスですね。もともと前回のコルバーの CL60 もアンブレラホルダーがなくて、ちょっと使いづらい部分があるなとは思っていたので、実際今使ってみるとアンブレラって僕の場合ほとんど使わなくて、ソフトボックスとかリフレクターをかませた状態で使っているので、あんまり問題はないんですけども、あるに越したことはないっていうのがアンブレラホルダーだと思うので、それがないのはちょっと残念かなと思います。これだけ軽くて薄くて、さらにモバイルバッテリーで動くっていうのがものすごいメリットだとは思うので、それをどう捉えるかっていうところがポイントかなと思います。個人的にはこれだけのスペックを持って19,990円っていうのはかなり安いのかなと思うので、荷物がどうしても多くなりがちな人とか、なるべく小さく、なるべく荷物は少なく減らしたいっていう方にはかなりいいんじゃないのかなと思います。外の撮影の時に1個持っていくだけでも頼りになると思うので、気になる方は概要欄にリンクを貼っておきますので、よかったらチェックしてみてください。それじゃまたね。